ある冬の夜、私は旧友の村上と一緒に銀座通りを歩いていた。この間、千恵子から手紙が来たっけ？君にもよろしくということだった。村上はふと思い出したように、今は佐世保に住んでいる妹の消息を話題にした。千恵子さんも達者だろうね。ああ、この頃はずっと達者のようだ。あいつも東京にいる自分は随分神経衰弱もひどかったのだが、あの自分は君も知っているね。知っているが、神経衰弱だったかどうか知らなかったかね。あの自分の千恵子と来た日にはまるで気違いも同様さ。泣くかと思うと笑っている、笑っているかと思うと妙な話をしだすのだ。妙な話？村上は返事をする前にあるカフェのガラス戸を押した。そうして往来の見えるテーブルに私と向かい合って腰を下ろした。妙な話さ。君にはまだ話さなかったかしら。これはあいつが佐世保へ行く前に僕に話して聞かせたのだが、君も知っている通り、千恵子の夫は欧州戦役中、地中海方面へ派遣された A の乗組将校だった。あいつはその留守の間、僕のところへ来ていたのだが、いよいよ戦争も片がつくという頃から、急に神経衰弱がひどくなりだしたのだ。その主な原因は、今まで1週間に1度ずつはきっと来ていた夫の手紙がぱったり来なくなったせいかもしれない。何しろ千恵子は結婚後まだ半年と経たないうちに夫と別れてしまったのだから、その手紙を楽しみにしていたことは、遠慮のない僕さえ冷やかすのは残酷な気がするくらいだった。ちょうどその自分のことだった。ある日、そうそう、あの日は紀元節だっけ。何でも朝から雨の降り出した寒さの厳しい午後だったが、千恵子は久しぶりに鎌倉へ遊びに行ってくると言い出した。鎌倉にはある実業家の細君になったあいつの学校友達が住んでいる。そこへ遊びに行くというのだが、何もこの雨の降るのにわざわざ鎌倉組んだりまで遊びに行く必要もないと思ったから、僕は無論僕の際も再三明日にした方がよくはないかと言ってみた。しかし千恵子は強情に、どうしても今日行きたいという。そうしてしまいには腹を立てながらさっさと支度して出て行ってしまった。ことによると今日は泊まってくるから、帰りは明日の朝になるかもしれない。そう言ってあいつは出て行ったのだが、しばらくするとどうしたのだかぐっしょり雨に濡れたまま真っ青な顔をして帰ってきた。聞けば中央停車場から堀端の電車の停留所まで傘もささずに歩いたのだそうだ。ではなぜそんなことをしたのだというと、それが妙な話なのだ。千恵子が中央停車場へ入ると、いや、その前にまだこういう話があった。あいつが電車へ乗ったところが、あいにく客席が皆塞がっている。そこでつり革にぶら下がっていると、すぐ目の前のガラス窓にぼんやり海の景色が映るのだそうだ。電車はその時神保町の通りを走っていたのだから、無論海の景色などが映る道理はないが、外の往来のすいて見える上に波の動くのが浮き上がっていることに
窓へ雨がしぶくと水平線さえかすかに煙って見えるというところから察すると、千恵子はもうその時に神経がどうかしていたのだろう。それから中央停車場へ入ると、入り口にいた赤坊の一人が突然千恵子に挨拶をした。そうして、旦那様はお変わりもございませんかと言った。これも妙だったには違いない。がさらに妙だったことは、千恵子がそういう赤坊の問いを別に妙とも思わなかったことだ。ありがとう。ただ、この頃はどうなすったのだか、さっぱりお便りが来ないのでね。そう千恵子は赤坊に返事さえもしたというのだ。すると赤坊はもう一度、では私が旦那様にお目にかかって参りましょう。と言った。お目にかかってくると言っても、夫は遠い地中海にいる。と思ったとき、初めて千恵子は、この見慣れない赤坊の言葉が気違いじみているのに気がついたのだそうだ。が問い返そうと思ううちに、赤坊はちょいと会釈をすると、こそこそ人混みの中に隠れてしまった。それきり千恵子はいくら探してみても、二度とその赤坊の姿が見当たらない。いや、見当たらないというよりも、今まで向かい合っていた赤坊の顔が不思議なほど思い出せないのだそうだ。だから、あの赤坊の姿が見当たらないと同時に、どの赤坊も皆その男に見える。そうして千恵子にはわからなくても、あの怪しい赤坊が絶えずこちらの身の回りを監視していそうな心持ちがする。こうなるともう鎌倉どころか、そこにいるのさえなんだか気味が悪い。千恵子はとうとう傘もささずに、大降りの雨を浴びながら、夢のように停車場を逃げ出してきた。もちろん、こういう千恵子の話は、あいつの神経のせいに違いないが、その時風邪をひいたのだろう。翌日からかれこれ3日ばかりはずっと高い熱が続いて、あなた、堪忍してください。だの、なぜ帰っていらっしゃらないんです。だの、何か夫と話しているらしい上事ばかり言っていた。が、鎌倉行きのたたりはそればかりではない。風邪がすっかり治った後でも、赤坊という言葉を聞くと、千恵子はその日中塞ぎ込んで、口さえろくに聞かなかったものだ。そういえば一度なぞは、どこかの回送店の看板に赤坊の絵があるのを見たものだから、あいつはまた手先まで行かないうちに帰ってきたという滑稽もあった。しかし、かれこれ一月ばかりすると、あいつの赤坊を怖がるのもだいぶ下火になってきた。姉さん、なんとかいう教科の小説に猫のような顔をした赤坊が出るのがあったでしょう。私が妙な目にあったのはあれを読んでいたせいかもしれないわね。千恵子はその頃僕の際にそんなことも笑って言ったそうだ。ところが3月の幾日だかにはもう一度赤坊に脅かされた。それ以来夫が帰ってくるまで千恵子はどんな用があっても決して停車場へは行ったことがない。君が朝鮮へ立つ時にもあいつが見送りに来なかったのはやはり赤坊が怖かったのだそうだ。その3月の幾日だかには夫の同僚がアメリカから2年ぶりに帰ってくる。千恵子はそれを出迎えるために朝から家を出て行ったが、君も知っている通り、あの界隈は場所柄だけに昼でもめったに人通りがない。その寂しい道端に風車売りの荷が一台忘れられたように置いてあった。ちょうど風の強い曇天だったから、
荷に刺した色紙の風車が皆目まぐるしく回っている。千恵子はそういう景色だけでもなぜか心細い気がしたそうだが、通りがかりにふと目をやると、赤帽をかぶった男が一人後ろ向きにそこへしゃがんでいた。無論これは風車売りがタバコか何か飲んでいたのだろう。しかしその帽子の赤い色を見たら、千恵子はなんだか停車場へ行くとまた不思議でも起こりそうな予感めいた心持ちがして、一度は引き返してしまおうかとも考えたくらいだったそうだ。が、停車場へ行ってからも出迎えを済ませてしまうまでは幸せと何事も起こらなかった。ただ夫の同僚を先に一同がぞろぞろ薄暗い改札口を出ようとすると、誰かあいつの後ろから、旦那様は右の腕にお怪我をなすっていらっしゃるそうです。お手紙が来ないのはそのためですよ。と声をかけるものがあった。千恵子はとっさに振り返ってみたが、後には赤帽も何もいない。いるのはこれも見知り越しの海軍将校の夫妻だけだった。無論この夫妻が唐突とそんなことを喋る道理もないから、声がしたことは妙といえば確かに妙に違いなかった。が、ともかく赤帽の見えないのが千恵子には嬉しい気がしたのだろう。あいつはそのまま改札口を出ると、やはり他の連中と一緒に夫の同僚が車寄せから自動車に乗るのを送りに行った。するともう一度後ろから、奥様、旦那様は来月中にお帰りになるそうですよ。と、はっきり誰かが声をかけた。その時も、千恵子は振り向いてみたが、後ろには出迎えの男女の他に、一人も赤帽は見えなかった。しかし後ろにはいないにしても、前には赤帽が二人ばかり、自動車に荷物を移している。その一人がどう思ったか、途端にこちらを見返りながら、にやりと妙に笑ってみせた。千恵子はそれを見たときには、あたりの人目にも止まったほど、顔色が変わってしまったそうだ。が、あいつが心を落ち着かせてみると、二人だと思った赤帽は、一人しか荷物を扱っていない。しかもその一人は、今笑ったのと全然別人に違いないのだ。では今笑った赤帽の顔は、今度こそ見覚えができたかというと、相変わらず記憶がぼんやりしている。いくら一生懸命に思い出そうとしても、あいつの頭には赤帽をかぶった目鼻のない顔より浮かんでこない。これが千恵子の口から聞いた二度目の妙な話なのだ。その後一月ばかりすると、君が朝鮮へ行ったのと確か前後していたと思うが、実際夫が帰ってきた。右の腕を負傷していたためにしばらく手紙が書けなかったということも不思議にやはり事実だった。千恵子さんは旦那様思いだから自然とそんなことが分かったのでしょう。僕の才なぞはその当座、こう言ってはあいつを冷やかしたものだ。それからまた半月ばかりのち、千恵子夫婦は夫の認知の佐世保へ行ってしまったが、向こうへ着くか着かないのに、あいつのよこした手紙を見ると、驚いたことには三度目の妙な話が書いてある。というのは千恵子夫婦が中央停車場を立った時に、夫婦の荷を積んだ赤帽がもう動き出した汽車の窓へ挨拶のつもりか顔を出した。その顔を一目見ると、夫は急に変な顔をしたが、やがて半ば恥ずかしそうにこういう話をしだしたそうだ。夫がマルセイユに上陸中、何人かの同僚と一緒にあるカフェへ行っていると、
突然日本人の赤坊が一人、テーブルのそばへ歩み寄って、慣れ慣れしく近所を尋ねかけた。もちろん、マルセイユの往来に、日本人の赤坊謎が徘徊しているべき理屈はない。が、夫はどういうわけか、格別不思議とも思わずに、右の腕を負傷したことや、危機の近いことなどを話してやった。そのうちに、酔っている同僚の一人が、コニャックの杯をひっくり返した。それに驚いてあたりを見ると、いつの間にか日本人の赤坊は、カフェから姿を隠していた。一体あいつは何だったろう。そう今になって考えると、目は確かに開いていたにしても、夢だか実際だか差別がつかない。のみならず、また同僚たちも、全然赤坊の来たことなどには気がつかないような顔をしている。そこでとうとうそのことについては、誰にも打ち明けて話さずにしまった。ところが、日本へ帰ってくると、現に千恵子は二度までも怪しい赤坊に会ったという。ではマルセイユで見かけたのは、その赤坊かも思いもしたが、あまり階段じみているし、一つには名誉の遠征中も、細君のことばかり思っているかと、あざけられそうな気がしたから、今日まではやはり黙っていた。が、今顔を出した赤坊を見たら、マルセイユのカフェに入ってきた男と眉毛一つ違っていない。夫はそう話し終わってから、しばらくは口をつぐんでいたが、やがて不安そうに声を低くすると、しかし妙じゃないか。眉毛一つ違わないというものの、俺はどうしてもその赤坊の顔がはっきり思い出せないんだ。ただ、窓越しに顔を見た瞬間、あいつだな、と。村上がここまで話してきたとき、新たにカフェへ入ってきた友人らしい3、4人が、私たちのテーブルへ近づきながら、口々に彼へ挨拶した。私は立ち上がった。では僕は失敬しよう。いずれ朝鮮へ帰る前には、もう一度君を訪ねるから。私はカフェの外へ出ると、思わず長い息をついた。それはちょうど3年以前、千恵子が2度までも私と、中央停車場へ落ち合うべき密会の約を破った上、永久に低粛な妻でありたいという簡単な手紙をよこしたわけが、今夜初めて分かったからであった。